朝起きた瞬間からもう疲れている。私たちは、日々の生活の中で、自分の行動や未来を自分の意志でコントロールしていると信じています。しかしもし生まれる前から、あなたの人生の結末が決定づけられていたとしたらどうでしょうか。あなたの最も善なる、努力最も賢明な選択がかえって、あなたを破滅へと導く唯一の道筋だったとしたら、今から約2500年前、古代ギリシアの劇作家ソフォクレスが世に送り出した一編の悲劇は、まさにこの恐ろしい問いを人類の根源的な課題として突きつけました。それが紀元前後世紀に書かれた傑作オイディプス王です。この作品は単なるギリシア神話の物語ではありません。それは知識を求め真実を追い求めようとする人間の最も偉大でありながら最も悲劇的な努力の記録なのです。物語の主人公であるオイディプスはテバイの偉大な王です。彼は知性にあふれ勇敢で以前には誰もほどけなかったスフィンクスの謎を解き明かし都市を救った旧国の英雄でした。しかしこの物語は英雄がどのようにして地獄の底へと転落していくかを容赦なく描き出します。彼の栄光は彼が誰であるかという最も根源的な問いをめぐる恐ろしい無知の上に築かれていたからです。彼の運命は出生前から予言されていました。彼は父を殺し母と結婚するという人類の最も忌まわしいタブーを犯す宿命を背負っていたのです。オイディプスはその予言を聞き故郷を捨て運命から逃れるために文字通り人生の道筋を変えました。彼は自分の自由意志を信じ自らの手で未来を切り開こうと決意したのです。しかし彼が運命から逃れようと必死になればなるほど彼はその運命の網の中により深くより確実に捉えられていきました。彼が道を急ぐ中で遭遇した一つの小さな事件、三つの道が交差する場所でのいさかいこそが彼が避けようとした最初の悲劇的な一歩だったのです。そして手前に王として迎えられ彼は予言の第二の部分を知らず知らずのうちに完璧に果たしてしまいます。彼が愛したヒイオカステこそ彼の実の母だったのです。疫病がテバイを襲いオイディプスがその原因戦王ライオスの殺人者を探すという彼の最も高貴な行動が彼自身の悲劇的な真実を白日の下にさらすことになります。ここで立ち止まって考えてみましょう。オイディプスは父を殺し母と結ばれた時その事実を知りませんでした。彼は最善を尽くし予言から逃れようと努力し手前の王としては模範的な統治者でしたにもかかわらずなぜ彼はこれほどの想像を絶する罰を受けなければならなかったのでしょうか。そして彼が知ろうとすればするほど彼を破滅へと導く知識をなぜ彼は執拗に追い求めたのでしょうか。この作品は単なる昔の物語として片付けられるものではありません。精神分析学の父フロイトがオイディプス・コンプレックスという概念の根幹に据えたようにそれは人間の深層心理に潜む普遍的な葛藤を象徴しています。また現代の私たちが知識権力そして理性の限界について考える上でこれほど強烈な問いを投げかける作品は他にありません。ソフォクレスの時代から現代に至るまでオイディプス王は我々が人間であることの意味つまり避けられない運命の中でいかに尊厳を保つかという問いを投げかけ続けています。今日私たちはこの偉大な悲劇を深掘りし運命と知識そして人間が最後に下す選択の哲学について考えていきましょう。
オイディプス王が書かれたのは、紀元前5世紀後半アテナイの黄金時代が終焉を迎えつつあった時代です。ペロポネソス戦争の最中であり、アテナイでは、ペリクレスの死とともに、恐ろしい疫病が蔓延していました。社会の安定が揺らぎ、人間の理性や政治的支配に対する絶対的な信頼が崩れ去りつつあった、まさにその時なのです。ソフォクレスは、アテナイの市民が直面していた、なぜ最善の努力をしているにもかかわらず世界は、これほど混乱し、苦難に満ちているのかという根源的な不安を、この悲劇を通して、神話的な枠組みの中で問い直しました。この時代のギリシア悲劇において、運命モイラオイラは、単なる偶然や気まぐれな神々の意図を超えた、宇宙の根源的な構造あるいは避けがたい必然性として捉えられていました。神々アポロンなどは、この運命を予言する存在であり、運命そのものを定める超越的な力として描かれます。特にオイディプスの悲劇は、先祖から続く呪い、つまりセオーライオスによるクリシュポス誘拐という過去の行為に端を発する家系の汚れ、ミアルマ・イアスマの上に成り立っています。この汚れこそが、手倍の年を襲う疫病という形で、物理的かつ精神的な汚染として具現化されたのです。ギリシア悲劇の観客は、オイディプスが王として、どれほど優れていたかを知っています。彼は、手倍を脅かしたスフィンクスの謎を朝は、4本足昼は2本足夕方は、3本足という人間を指す答えで、見事に解き明かし都市を救いました。これは、オイディプスが最高の理性と知識を持つ人間の象徴であることを示しています。この理性の勝利は、当時のアテナイ社会が目指した理想すなわち人間の知性によって自然界や社会問題を制御できるという啓蒙的な自信を象徴していました。オイディプスはこの人間中心主義の頂点に立っていたのです。しかし悲劇は、その理性が神々の定めた運命や自己の根源的なアイデンティティというより資源な真実の前では、いかに無力であるかを容赦なく突きつけます。オイディプスは、外部の謎スフィンクスは、解けても自分自身の内なる謎出自には、全く気づいていなかったのです。この作品を理解する上で、重要な構造はイロニー皮肉です。観客は、オイディプスが自らを呪い殺人者を激しく糾弾するたびにそれが自分自身に向けられた言葉であることを知っています。この劇的イロニーが観客に強い緊張感と恐怖を呼び起こし、ピティ、憐憫とフィア恐怖の感情を浄化するカタルシスへと導くのです。この作品における運命は偶然ではなく構造的な必然性として働きます。オイディプスが予言から逃れようと自由意志を行使して故郷を飛び出したこと、そしてライオスを殺害したこと、これらの行為こそが運命というパズルのピースを完成させるための彼の主体的な選択だったのです。運命はオイディプスに難をせよと命じたわけではありません。運命はただこうなるだろうと予言したに過ぎず、オイディプス自身の性格カタルシスやヒュブリスを含む彼の猛烈な探求心がその運命を実現するための具体的な道筋を決定づけたのです。このようにオイディプス王は単に神は絶対だというメッセージを伝えるだけでなく、人間の意志と行動がいかにして逃れられない宿命というフレームワークの中で悲劇的な結果をもたらすかを哲学的に探求しているのです。私たちは
オイディプスがなぜ真実を追い求めたのか、なぜその知識が彼を破滅させたのかを深く掘り下げることで、運命という巨大な力に直面したとき、人間は何を選択できるのかという、この作品の核心に迫ることができるでしょう。オイディプスの悲劇は、予言の回避という彼の最初にして、最大の行動から始まります。彼は、コーリントスの王ポリボスと、その妻メロペの息子として育てられました。ある宴席で、自分が真の息子ではないと聞かされ、デルフォイの神宅を訪れます。そこで彼は、父を殺し母と結婚するという恐ろしい予言を受けます。彼は予言を回避するために愛する故郷コーリントスを後にします。この故郷からの逃亡は、運命に対する彼の自由意志の行使、つまり自らの意志で未来を変えようとする英雄的な試みでした。彼は最高の道徳的動機に基づき行動したのです。しかし、この行動こそが悲劇の始まりでした。道中彼は3つの道が交差する地点で先頭に立つ老人とその従者たちと遭遇します。そして通路を譲る譲らないでいさかいとなり、怒りに任せて老人を殺害します。この時オイディプスは自分が予言の達成に一歩近づいたことなど知る由もありませんでした。このいさかいで殺した老人こそ彼の実父であるてバイの王ライオスだったからです。この出来事は運命がどのように作動するかを明確に示しています。運命はオイディプスの行動の結果を定めただけであり、その行為自体は彼の衝動性と傲慢さという彼の性格的な側面によって実行されたのです。彼の自由意志が皮肉にも運命を完成させるための唯一の手段となったのです。彼はテバイに到着し、スフィンクスを退治した後、セ王の妻ヨカステと結婚し王として君臨します。彼は偉大な統治者として何年もの間テバイに平和をもたらしました。彼の人生は予言とは無関係に自身の力で築かれた成功のように見えました。しかし物語はここで止まりません。テバイに疫病が蔓延し、オイディプスはこの国の汚れを清めるという王としての義務を果たすために再び行動を開始します。彼はライオス殺害犯の徹底的な捜索を命じます。彼のこの行動もまたテバイを救うという高潔な動機に基づいています。この調査こそが彼の破滅への決定的な引き金となりました。彼は自分の権威と知性を信じ予言の真実など存在しないと証明するために、すべての証言と証拠を徹底的に洗い出そうとします。彼の理性と知性が自身のアイデンティティを破壊するためのツールとして機能したのです。オイディプス王における革新的なテーマの一つは、知識への苦なき追求です。彼は、真実を知ることこそが、王としてのそして、人間としての責務だと信じて疑いませんでした。しかし、この信念が、盲目の預言者、テイレシアスとの決定的な対立を生みます。オイディプスがライオス殺害犯の情報を求めたとき、テイレシアスは最初話すことを拒否します。彼は真実がオイディプスにもたらす破滅を知っていたからです。テイレシアスはオイディプスに言います。真実を知ろうとすればそれはあなたを破壊するだろうと。彼は知恵とは知るべきでないものを知ろうとしないことだという古代の戒めを体現していました。しかしオイディプスはテイレシアスが真実を隠していると決めつけ激しく侮辱し、クリーオンと共謀して王位を奪おうとしているとまで罵倒します。このオイディプスの激しい怒りと信託や預言者に
対する理性への過信こそが彼が持つヒュブリス傲慢の表れです。テイレシアスは怒りを込めて宣言します。あなたは目が見えているのに、自分の真の居場所も誰と住んでいるかも見えていない。あなたは今すぐにはわからないだろうが、この日が終わる頃には、あなたは盲目になるだろう。オイディプスは、この予言を嘲笑しました。なぜなら彼は、物理的に健全な目を持っていたからです。しかし、悲劇の構造は、彼の物理的な視覚が自身の最も重要な真実から彼を盲目にしていたことを示しています。彼は、見える世界にのみ頼り目に、見えない運命や自己の起源という深遠な真実を徹底的に無視してきたのです。ヒイオカステは、夫を安心させようと信託の無力さを証明するために、ライオス王が殺された場所が三つの道が交差する地点であったこと、そして息子は予言通りに育てられることを恐れ捨てたことを語り出します。彼女の意図は善なるものでしたが、この難解ない情報一つ一つがオイディプスを自己確認へと追い詰めていく決定的な証拠となっていきました。オイディプスはこの話を聞いた瞬間血の気が引くほどの恐怖に襲われます。彼はかつて三つの道が交差する場所で老人を殺したことを思い出したからです。彼の理性はついに二つの点予言と過去の行為を結びつけ、恐ろしいパターンの存在を認識し始めたのです。オイディプス王における視覚と盲目のモチーフは単なる習字的表現ではなく、この悲劇の哲学的核です。視覚はしばしば表面的な知識や傲慢な理性の象徴として使われます。一方盲目は深い洞察や受け入れがたい真実の象徴です。オイディプスはスフィンクスの謎を解いたことで知恵者として見られていました。彼の視覚は外部の世界スフィンクス・ライオス殺害犯の問題を解決するのに優れていましたが、自分自身のアイデンティティという内部の問題を認識する能力はゼロでした。彼は自分自身の足元にある真実、彼の名前オイディプスが腫れた足を意味し、彼の出生の悲劇の物理的な証拠であることすら見ていなかったのです。この視覚の皮肉は最終的な目撃者である羊飼いの登場によってクライマックスに達します。羊飼いはライオス殺害の唯一の生き残りであり、かつてオイディプスを赤子の時に山中に捨てるよう命じられた人物でした。羊飼いは真実を隠そうと必死になります。イオカステもオイディプスにどうかこれ以上探るのをやめてください。知らなければあなたは幸福でいられますと懇願します。これは無知の幸福、つまり知らなくて済むなら知らないままでいる方が賢明ではないかという人間の切実な願望を代弁しています。しかしオイディプスの知ろうとする意志、真実に対する彼の熱情は誰に求められませんでした。彼は自分の存在の根本的な土台が崩壊することを恐れながらも理性と義務感に基づき真実の究明を続けます。彼は王として、そして人間として最後まで真実を見ることを選んだのです。羊飼いがついにすべてを告白した瞬間、オイディプスの世界は完全に崩壊します。彼は自分が避けようとした予言を自分の人生のすべてを通じて完璧に完成させていたことを悟ります。その知識は彼に救いではなく、絶対的な破滅をもたらしました。イオカステはその場から立ち去り自室で首をつって命を絶ちます。オイディプスは彼女の自室に駆け込み真実を明らかにした。己の目を許すことができませんでした。彼は
イオカステの衣服を留めていたブローチを外し、その鋭い針で自らの両目を執拗に突き刺しました。この自己盲目の行為は、悲劇のクライマックスで、あり彼の悲劇における最後のそして、最も決定的な行為です。彼は、外界の光を遮断することで、初めて内なる真実の闇を受け入れました。彼は、物理的な視覚を失うことによって、テイレシアスが持っていた悲劇的な洞察を獲得したのです。彼は、私が見たのは見るべきではないものだった。そして、私が見たかったのは、私の行動から生まれた恐怖以外の何者でもなかったと叫びます。この最後の選択は運命によって定められた出来事、父殺し母との結婚とは異なり彼自身の責任と尊厳に基づく主体的な決定だったのです。オイディプスの悲劇は単なる神話の物語ではなく、人類の根本的な倫理的ジレンマを提示しています。それは行為の責任と意識の無罪の対立です。オイディプスは父を殺し母と結婚したとき、彼はその事実を知りませんでした。彼の意図は無実であり、むしろ予言から逃れようとする高潔なものでした。しかし、ギリシア悲劇の世界観では、客観的な行為が主観的な意図よりも重んじられます。彼が犯したパトリアルキス父殺しとインセスト近親相関は、宇宙的な秩序と自然の法を破る汚れを生み出しました。この汚れは、彼の意識とは無関係に、手配全体に疫病という形で影響を及ぼしました。つまり彼は、汚染源であるという点で、客観的に罪を負っていたのです。しかしオイディプスは、最終的に自ら目をつぶることで、その客観的な罪を主体的な責任として引き受けました。彼は、運命を呪ったり、神々を非難したりする以上に、自分の行為がもたらした結果を直視し、私自身がこの恐怖の著者であると宣言したのです。この行為は単なる罰ではなく、アイデンティティの再構築を意味します。彼は、かつての剣王オイディプスという虚像を完全に破壊し、運命によって定められた汚れたオイディプスという真の自己を受け入れました。彼の盲目は、この新しい悲痛な自己認識の始まりを象徴しているのです。オイディプスの物語は、理性と知識を重んじる現代、日本社会にも深く響きます。私たちは、データ分析、科学計画によって、社会や未来を完全に制御できると信じがちです。しかしオイディプスが示したように、理性の過信は、かえって破滅への道を開く可能性があります。1、制御の限界とシステムの盲点。現代社会の複雑なシステム、経済環境、テクノロジーは、オイディプスが解決したスフィンクスの謎よりもはるかに複雑です。私たちは最善の意図で行動しシステムを最適化しようとしますが、その行動自体が予期せぬ破滅的な結果、環境破壊、金融危機などを引き起こすことがあります。オイディプスは、自分の行為がシステム全体手配に影響を及ぼしていることを見ていませんでした。現代のリーダーシップにも、このシステムのも2、自己欺瞞と見たくない真実。ヒイオカステが予言を否定し、オイディプスに調査を止めるよう懇願した姿勢は、現代の自己欺瞞の心理を反映しています。私たちは、個人や組織にとって都合の悪い真実、例えば構造的な不正過去の過ち、個人的な欠陥を意識的に否定し、現状の幸福なあるいは安定した状態を維持しようとします。しかしオイディプスがそうであったように、その真実はいつか必ずより大きな危機として
表面化するのです。3. 知識の代償と倫理的探求。オイディプスは真実を知るという倫理的義務を全うするために、王位も資格も失いました。現代の科学者、ジャーナリスト研究者も、また、真実を追求することで、社会的な非難や排斥あるいは、キャリアの崩壊という大きな代償を払うことがあります。この悲劇は知るべきではないことあるいは知るには、代償が大きすぎる真実の領域が人間の探求心の限界として存在することを教えてくれます。4. 責任の引き受け方。現代の日本では失敗や不祥事に対する責任の所在が曖昧になりがちです。オイディプスは意図はなかったとはいえ自分の行為の結果を完全に引き受けました。彼の自己盲目の行為は結果責任を痛々しいほど明確に示し自らの存在自体が問題であると認識したとき、人間がいかに行動すべきかという悲痛な模範を提示しています。オイディプスの物語は単に破滅で終わるわけではありません。ソフォクレスは後に続編となるコロノスのオイディプスで盲目の老いたオイディプスがアテナ命で神聖な庇護を受け尊厳をもって死を迎える姿を描いています。これは苦悩が知恵を生むというギリシャ悲劇の重要な教訓を体現しています。オイディプスはすべてを失い世界の光を失った後、初めて真の自己を知ることができました。彼の人生の最後の目的は運命を回避することではなく運命によって与えられた自己を完全に受け入れることでした。彼は自分の行動は運命によって書かれた脚本であったかもしれないが、その行為への応答の仕方は彼自身の選択であったことを知ったのです。避けられない運命の前で人間ができること、それは運命をねじ曲げることではなく真実を直視する勇気と、その結果に対する揺るぎない責任を引き受ける尊厳を持つことです。オイディプスは盲目になることによって初めて真に見た英雄なのです。彼の苦悩は私たちにいくつかの質問を投げかけます。あなたは自分の最も深い自己欺瞞や避けたいと思っている真実をどこまで知ろうと努力しますか？ソフォクレスのオイディプス王は古代ギリシア悲劇が到達した最も高い地点を示すだけでなく、現代人に対しても普遍的なメッセージを投げかけ続けています。この壮大な悲劇の分析を通じて明らかになった確信は次の3点に集約されます。第一に、運命は人間の行動を通して実現するということです。オイディプスが運命から逃れようとした自由意志による行動、すなわちコーリントスからの逃亡や王としての探求心こそが皮肉にも予言を完成させるための不可欠な手段となりました。これは運命は我々を縛る外部の鎖である以上に我々の存在構造そのものに織り込まれた必然性であることを示唆しています。第二に、知識は救済ではなく時に破壊をもたらすということです。オイディプスの理性的探求心は手這を救うはずでしたが、彼自身のアイデンティティを根底から崩壊させました。彼は物理的な視覚を犠牲にして初めて内的な真実の光を獲得します。真実の獲得が幸福を意味するとは限らないという悲痛な教訓を私たちはここから学ばなければなりません。第三に、人間的尊厳は結果の需要と責任の引き受けにあるということです。オイディプスは予言された出来事を避けることはできませんでしたが、その結果に対する応答の仕方は自ら選びました。自ら目をつぶって汚れを
立ち、エヒレ追放を受け入れるという彼の最後の選択は、運命に抗うことはできずとも運命によって課された現実を自らの責任として背負うという究極の主体性の表明だったのです。オイディプス、王の偉大さは、読者や観客に単なる同情や恐怖だけでなく、自分自身の人生における運命の要素と自由意志の領域について、深く考えさせる点にあります。私たちは、運命という名の限界を知ることで初めて、その限界の中での真の自由、すなわちいかに生きいかに死ぬかという選択の自由を見出すことができるのかもしれません。この作品が提示した問いは、今もなお、さまざまな形で文学や思想に受け継がれています。例えば、ドストエフスキーの罪と罰では、主人公ラスコーリニコフが、自らの選択が社会秩序と自己にもたらす不可逆的な結果に苦悩します。これは、行為の客観的な罪と主観的な良心の対立を描いており、オイディプスの問題と通底しています。また、神のシーシュポスの神話では、シーシュポスが神々から課された無意味な罰岩を永遠に押し上げるを受け入れ、その行為の中に主体的な意味を乱す姿が描かれます。これは、運命という不条理を認識した上で、いかに生きるかというオイディプスが最後に到達した境地とも比較できるでしょう。さらに、ニーチェの哲学、特に運命愛、アモール・ファティの概念は、オイディプスが自らの悲劇的な運命を最終的に受け入れた姿に重なります。それは、自分が経験したこと、苦しんだことのすべてを肯定し、その悲劇的な現実こそが、自己を構成していると愛するという究極の自己肯定の姿勢です。オイディプス王は、私たちに英雄的な努力が報われるとは限らない残酷な現実を突きつけますが、同時に人間の精神は、その残酷な現実を直視し、受け入れることで、いかなる悲劇をも超越しうるという崇高な可能性を示しています。知識と理性がすべてを解決すると信じる時代だからこそ、私たちはソフォクレスの悲劇に立ち戻る必要があります。それは、私たちがどれほど知性にあふれどれほど計画を立てたとしても、自身のルーツ遺伝あるいは宇宙の摂理といった制御不能な力の制約から逃れることはできないという謙虚な認識を取り戻すためです。そして、その制約の中で、真実と向き合い自らの責任を全うする一点においてのみ人間。この壮大な知的な旅にご参加いただき、心より感謝申し上げます。あなたの知的な旅が、より豊かなものとなりますように。また、次の作品でお会いしましょう。